こんにちは、萌です。今日のテーマは日本の面接です。今日は面接で大事なポイント2つご紹介して、具体的にどう答えたらいいかや、特別な質問についてもお話ししていきたいと思っています。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。日本で就職活動をしたことがある人、これから面接を受ける予定がある人は、どんな時に面接が難しいなぁと感じますか？私がよく聞く悩みが、何をアピールすればいいかわからない。たくさん話した方がいいと思ったのに、反応があまり良くなかったということです。今日は日本の面接で話すべき内容を文化の違いという視点からお話ししたいと思います。まず一つ目のポイントは、面接はスピーチ大会ではないということです。スピーチ大会といえば、自分をアピールしたり、何かを伝えるために3分とか5分とか長めの時間で自分があらかじめ考えてきた内容を聞いてる人に分かるように一人でずっと話して伝えますよね。でも、日本企業の面接では、このようなスピーチ大会という考え方は捨ててください。面接なので、もちろん評価の場ではあるんですけど、感覚としては結構会話に近いことが多いです。面接官は、この人はすごい人かなというのも見たいのですが、それより前に、一緒に働いた時どう話す人かな、会話がちゃんと成り立ちそうかな、そういうところを見ているという印象があります。ですから、スピーチ大会のように準備してきた内容を3分とか5分とか長めの時間でずっと話すようなことはやめてください。じゃあ、日本の面接ではどんな答え方が合いやすいんでしょうか？では、2つ目のポイントです。会話を大切にするということです。ここは大切なので、少し長めにお話ししますね。文化の違いでよく出てくるのがアピールの仕方です。国や文化によっては自分の強みを長めに話したり、できることをたくさん言ったり、用意してきたプレゼンを始めたり、こういう面接が当たり前というところもありますよね。でも、日本の面接では急に長いアピールをすると少し驚かれてしまうことがあります。なぜかというと、日本の面接は質問、回答、そして次の質問、この流れを割と大事にしているからです。日本の面接でよく見られているなぁと思うのが、聞かれたことにきちんと答えているかという点です。例えば、これまでの仕事について教えてくださいと聞かれたとき、皆さんはどう答えますか？やる気があって一生懸命な人ほど話を広げすぎてしまうことがあります。私は何とかが得意で大きな会社で働いていて、あんなこともできて、将来はこんなことを目指していて、聞かれたこと以外にも自分の得意なことや生い立ちなど話を広げていってしまうというのも聞いたことがあります。でも、日本企業の面接でこれまでの仕事について教えてくださいと聞かれたら、面接官がまず知りたいのは、これまで何をしてきたかというかなりシンプルなこの情報だけです。もちろん、面接なので皆さんがこの会社で活躍できるかというのは常に見られています。でも、見られているポイントが少し違うということを意識してください。会話をするということを考えると、質問されていないところまで多くを語りすぎてしまうと、うまくやり取りができていないという印象になってしまいます。ここでよく聞く日本の面接の考え方について紹介します。日本の面接は会話のキャッチボールが大事という考え方があります。この考え方を大切にしてください。キャッチボールといえば野球ですよね。野球のボールを持った人がもう一人の相手にボールを投げる。そして相手から投げ返される、投げる、投げ返される。
これを繰り返してキャッチボールができますよね。面接もこれと同じなんです。キャッチボールなので、投げられた質問を受け取る。受け取ったら投げ返す。また返ってきたら相手の反応を見ながらまた投げ返す。そしてキャッチボールがうまく成り立つ。これが基本ですね。つまり、面接官もキャッチボールをする相手なんだと考えてみてください。ですから、質問を無視して別の話をたくさんしてしまう。つまり、ボールをたくさん投げてしまうようなことをすると、ボールが取りにくくなってしまいますよね。ボールが取りにくくなるシチュエーションが多いと、キャッチボールが成立しにくくなります。ですから、相手が受け取りやすいボール、もっとやり取りを続けたいと思うボールを投げる意識で答えを準備しておくといいと思いますよ。では、ここまでポイントを2つお話ししました。面接はスピーチ大会ではない。面接は会話だ。この2つです。どうでしょうか？皆さんはここまで聞いて、面接で話しすぎたかもって思ったことありますか？会話のキャッチボールだということは分かったと思いますが、じゃあ具体的にどうやって答えたらいいかが気になりますよね。ここからは具体的にどう答えたらよいかという話をしていきたいと思います。まず、よく言われるコツとしては、質問されたら結論、それから理由の流れで簡潔に1分以内で答えるというものがあります。では、ここで一つ質問しますので、今お話しした結論、理由の流れでキャッチボールになりそうな答えを考えてみてください。では質問です。これまでの仕事で何を担当していましたか？これに一番答えるべき情報は何だと思いますか？答えるべき情報はシンプルです。何を担当していたかです。なので、結論、それから理由の流れで答えを返すとしたら、IT エンジニアとして保守の担当をしていました。なんとかプロジェクトで主になんとかの業務を担当していました。レストランのアルバイトでホールの担当をしていました。このぐらいでまず十分です。ポイントは結論から話すこと。その後、面接官が興味を持てば、そこではどんな経験をしましたか？大変だったことはありますか？などと質問が続きます。そこでまた、結論、それから理由の順番で1分以内で簡潔に答えていきます。例えば、質問がどんな仕事をしてどのような経験をしましたかでしたら、先ほどの仕事の内容に加えて、実際にやった経験も一緒に答えます。とにかく聞かれたことに対して答えるんです。面接では特に何、どんな、どのような、どうやって、どのようにという質問が多いので、このキーワードすぐに聞き取れるように覚えておいてください。また、はい、いいえで答えられる質問も時々あります。例えば、今日は電車で来ましたかのような質問も、はい、いいえで答えられますよね。ただ、この質問、はい、いいえだけで終わってしまうと、面接官もそれに対して会話を返すのが難しくなってしまうことがあります。答えるときは、はい、いいえだけではなくて、思ったより空いていてとか、事故があって混んでいましたなど、具体的な情報を入れると会話が続きやすくなりますよ。では、ここからは面接官の対応について心配になるシーンを紹介します。面接官の沈黙です。皆さん、自分が質問に答えて、面接官が黙ったらどうしますか？どう感じますか？日本の面接では、答えた後に面接官が少し黙ることもあります。あれ、会話のキャッチボールなどですぐに質問が返ってくるんじゃないのと思うかもしれませんが、面接官も受け取ったボール、
どうしようかと少し考えていることがあります。ですから、面接官が少し黙った時に、うまく答えられなかったかな、話が足りなかったかなと思ってしまい、また話を続けなくて大丈夫です。面接官の沈黙は、考えていたり、メモを取っていたり、次の質問を準備していたり、答えの意味を整理していたり、こういう時間であることが多いです。緊張して難しいかもしれませんが、よく面接官を観察してみてください。もし無理に話を足してしまうと、相手がボールを返す前に別のボールを投げてしまうことになります。それではキャッチボールが成立しにくくなりますよね。少し沈黙があっても、こちらはまだボールを投げるターンではないので、少し我慢しましょう。面接官も緊張しているかもしれませんしね。もちろん、表情によってはうまく理解できてないなというシーンもあります。ですが、そこでアピールや言い直しをする必要はありません。状況にもよりますが、今の伝わりましたかなどと軽く声をかけるぐらいでしたら大丈夫です。ここまで聞いて、ご自身の文化によっては、この日本のやり方、ちゃんと自分のアピールができているのかなと心配になる方もいるかもしれません。でも、日本の面接で話しすぎないということは、消極的という意味ではありません。むしろ質問をきちんと聞いている、流れを大切にしている、一緒に会話しようとしている、そのように見られることも多いです。ですから、会話のキャッチボールを意識して続けてみてください。逆に自分が沈黙してしまうシーンを増やさない方法として、すみません、1分考える時間をいただいてもよろしいでしょうか。今の質問をもう一度よろしいでしょうか、など自分が整理できるためのやり取りをすることは問題ありません。他にもとかとのようなフィラーというものを使うこともできますが、これは多すぎるとあまり良くないので注意です。次に、具体的にアピールの仕方についてお伝えします。キャッチボールなのは分かったけど、それでは情報のやり取りだけになってアピールができないとお考えの方、ご安心ください。日本の面接では、だいたいアピールするための質問が設けられています。あなたの強みは、これまでの経験で大変だったことは、などです。ここで皆さんのアピールをすることができます。ですが、ここでよし来たと言って長く話すのではなく、先ほどと同じように結論、それから理由の流れで簡潔に1分以内で答えてください。これでアピールをすることができます。短時間で伝わるような答えを事前に準備しておきましょう。また他の方法として、通常の質問にアピールを加える方法もあります。例えば、何とかの仕事をしていました。その中で何とかを工夫していました。何とかプロジェクトで主に何とかの業務を担当していました。そこではリーダーとしてこんな貢献をしていました。このように短い文を足し、1分以内で自分をアピールできるものを用意しておく方法です。このくらいの小さいアピールを足します。例えばこの後に、こんな経験をしてこれぐらいすごいプロジェクトで、私がいたらもっといい会社になるとか話を広げなくて大丈夫です。というか言わない方が無難です。ほとんどの場合、短い回答でキャッチボールをします。どんな工夫ですかや、どんな会社や経験だったんですかなど興味があれば面接官から深掘ってくれます。もちろんそれらの質問にもこれまでと同じく聞かれたこと以上に話を広げすぎないように気をつけてください。ここまで日本の面接がどのように進むか少しご理解いただけたでしょうか。最後にたまに出てくる変な質問を一つご紹介します。あなたを動物に例えると何ですか？皆さんだったら何と答えますか？ちょっとだけ考えてみてください。
こういう質問は、これまでの仕事はという質問と違って不安になることもあると思います。このような変わった質問はアピールのチャンスです。動物の名前を言って終わりではありません。あなたの強みはということを例え話で聞いているのです。このような変わった質問は答えそのものよりも自分の強みをどう整理しているか、理由をつけて簡潔に説明しているか、想定外の質問でも落ち着いて話せるかなど、そういうところを見ていることが多いです。じゃあ、あなたを動物に例えると何ですか？これに答えるとしたら、例えば、瞬発力があるタイプなら、チーターなど足の速い動物を思い浮かべますよね。チーターだと考えます。何事にも躊躇せず、素早く行動に移せると自負しているからです。このくらいで十分です。この質問でも、はじめに結論を言い、理由を簡潔に述べるというのは、これまでのシンプルな質問と同じです。ここまでどうでしたか？面接のポイントをまとめると、ポイント1、スピーチ大会ではない。ポイント2、アピールではなく会話を大切にする。そして具体的には、質問されたら結論、それから理由の流れで簡潔に1分以内で答えるということです。面接でよく聞かれる質問はネットでも見つけることができます。この準備をしておくだけでもびっくりするぐらい面接がスムーズになりますよ。また、完璧に話す必要はありません。敬語や難しい言葉を使わなきゃという意識もあると思いますが、皆さんが知っている語彙や文法を使って話せる内容を返すというのが一番大切です。難しい言葉でつまずくより、ナチュラルに面接官と会話が続けられた方が印象が良くなります。一緒に働く会話ができそうか、そこが大事にされているポイントです。もし面接でうまくいかないと感じていたら、話す内容そのものより内容を短くまとめるという練習をしてみてくださいね。今回は話す内容ということでお話ししましたが、面接には他にもマナー、笑顔や清潔感、相槌などの印象、面接官のちょっと曖昧な返事への受け止め方、ビジネス日本語など文化の違いが出やすいポイントがいろいろあります。もしこのあたりももっと聞きたい方がいたらコメントで教えてくださいね。今日の内容がいいなと思った方はチャンネル登録やいいねお願いします。では、ここまで聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。